毎度毎度なんですけれども、かなりね、遅れております。あの人のせいなんですけどね、もう毎回。なんとね、ポリスがバスの中に来て、乗客のうちの一人をね、逮捕したみたいです。朝の4時から5時ぐらいまで、警察がねバスに乗ってきて、もうすごい大半だったので、もうほとんど寝てないんですけれども、今日はここ、ジョインビリーというところに着きました。ここジョインビレはドイツ系ブラジル人の都市とみなされていますが、その名はフランス語です。ブラジルの王女フランシスカが1843年にフランス王ルイ・フィリップの三男ジョインビル公フランソワ・ドレアンと結婚したために、1851年氏名はポルトガル語読みのジョインビレに変更されました。そして同年、ドイツ、スイス、ノルウェーの移民によって設立され、現在ではブラジルでも生活レベルが高水準の都市の一つとなっています。で、この近くでマスクを買いました。こういう風にね出てるやつね、ブラジル人がよく使ってる形なんですけれども、ここでは1つ100円で売ってまして、あのおじさんが売ってくれました。昼食はシャワルマを食べました。パンフランセというフランスパンみたいなのに挟んであるものは7レアルで140円くらい、アラビックブレッドだと15レアルで300円しないくらいなんですが、なぜか半額以上。フレッシュオレンジジュースは6レアルで115円ぐらいでした。なんと2人で600円以下、安いです。で、昼食の後はプラプラね街歩きをしていたんですが、足が痛くなってきてですね、私のサンダルの、革のベルトの部分ですね、これが、穴が1個足りないというか、私の足にサイズが合ってなかったので穴を1つ開けてほしかったんですが、それを探しにちょっと歩き回りました。というわけで、もうねすごい簡単にやってくれちゃうわけですよ。嬉しいですね。Obrigada. Nada. Não, isso não é nada. 穴開けてくれました。 Obrigado, しかも無料です。Eu tô ensinando só coisa boa pra ela. É. Dizendo pra ela que o Brasil é um país perfeito. ここジョインブリーの人はみんなめちゃめちゃ優しいです。今ねウーバーを、頼んで待ってるところです。今からビューインポイントといって、この街をね一望できる場所に行きたいと思います。今ね入り口に着いたんですけども、なんとウーバーはこの先はね行けないっていうことで、山を登んなきゃいけないんですが、30分ぐらいだそうで、そんなつもりはなかったんでサンダルですよ。ただ先ほど直したんで、30分ぐらいなら余裕でこのサンダルで行けちゃうんじゃないかと思っております。頑張れ自分の足、歩きます。なんかねハイキングトレイル的な感じかなと思ったら、ずっとねコンクリートで、なんか地元の人も結構軽装できてる、そんな感じのなだらかな坂でしたね。なので私のサンダルでも全然余裕でした。で、頂上に着きました。これが、ビューポイントですね。地元の人もおすすめする街の景色でございます。ただね、ここだけじゃなくてもう一つ反対側にビューポイントがあります。で、どちらかというとそちらの方がメインで、高さ250メートルほどのところから360度街の景色を眺めることができます。で、このビューポイントね、一度に最大40名を収容でき、エレベーターもねあるので、移動が困難な方も利用できます。ただ残念ながら、この時期はねコロナで閉鎖されておりました。残念。ただね、テレビでしか見たことないような可愛いお猿さんも見れたので、よしとしましょう。今日はこれでおしまい。はい、体温測定とアルコール除菌をして船内に入りました。この日はサンフランシスコ・ド・スーというブラジルで3番目に古い都市にフェリーで行きました。このフェリーは午前10時出港で予約が必要です。所要時間は約1時間半で、途中14の島を通るのでジグザグに運航します。席はこちらで決められませんが、一番後ろの窓際の席だったので景色もいいし、ソーシャルディスタンスも取れてよかったです。フェリーは3階建てでしたが、3階の風通しの良い席しか使われていませんでした。
ギャングウェイのある階が2階で、後でお見せしますが、そこにビュッフェがお昼ご飯として用意されます。それも込みで100レアルちょっと、2000円ぐらいですね。そして出港です。この出港の光景がね、いやクルーズ客船と本当に比べ物にならないんですけれども、それでも久しぶりに見れて嬉しかったなと思ってます。ランチの時間でございます。ビュッフェは忙しくなってきました。忙しくなる前に私たちは取りましたよ。じゃじゃじゃーん。基本的にねサラダがメインですね。というのもサラダが恋しいわけで。で、私はチキンとじゃがいもと、あとエビがあったので、もちろんエビを取りました。いただきます。はい、サンフランシスコ・ド・スールに到着しました。ここはブラジルのサンタカタリーナ州で最も古い都市となっています。街並みがねすごいカラフルなんですけれども、でもカリブ海とかみたいに原色とかじゃなくて淡い色なのでね、落ち着いたおしゃれな感じです。メインはウォーターフロントの通りで、博物館やね、そんな景色の良くない展望台もあるんですけれども、せっかくなら街並みをのんびり散策するのがおすすめですね。実はここサンフランシスコ・ド・スールにクルーズ客船も2010年から2012年頃来ていたそうです。ただ地方自治体の支援がなかったため、停止せざるを得ませんでした。クルーズ客船が停泊すればね、ここのレストランとかバー、カフェ、お店全体的に潤ったと思うんですよね。なのにね、ちょっと地元の人からすると本当に残念だと思います。ここには1時間半ほどいましたが、もうねお客さんというか、コロナもあるんでしょうけど、本当に私たちフェリーで来た人ぐらいかなっていう感じでしたね。それでも本当に素敵なところで、来れてよかったなと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。他にもねブラジルのビデオを出しておりますので、よかったら暇つぶしがてらに見てあげてください。ではまた次回。チャオ。